道徳的に正しい人とか、情報をとにかく隠さないとかですね、約束したこととかをやっぱきちんと守る人、そういう意識でちゃんとオーナーシップを持って臨みなさいというようですよね。今回なんですけど、部下に頼られるリーダーと部下が離れているリーダーって何が違うかっていうところを聞きたくて、そもそも社長ってどのくらいマネジメントとかはしてきたんですか？どこまでは直接的なマネジメントっていうかもありますけど、昔からその社員もそうですし、アルバイトとかでも直接やり取りしてた人もいますし、辞めたりする人も多かったんで、延べの雇用人数とかを考えると優に1000人は超えてると思いますけど。すごいっすね。お金すごいのか分かんないその社員さんとかってどういう活躍をしてたりするんですか？今の幹部陣とかはほとんど自分が直接関わってるので、みんな活躍しますよね。門司社長っていろいろな部下を見てきたと思うんですけど、そんな中でどういうリーダーが一番頼れるというか信頼されると思いますか？やっぱね、誠実さですよ。頼れるイコールだから信頼ってなった時に、何をもって信頼するのかって誠実さに勝るもんないですよね。じゃあ誠実って何なのみたいな話になった時に、僕なりにはですね、道徳的に正しい人とか、情報をとにかく隠さないとかですね、約束したこととかをやっぱきちんと守る人、自分の意見ややっぱ考え方の芯に自分らしさみたいなのを持ってるとか、誰に対しても敬意を持って接することができること、全員に敬語を使ってればいいとかそういうことじゃなくて、まず受け入れられる人で、それらが積み重なって信頼になると思うんですよね。積み重ねって意味で言うと、僕は時間軸結構大事にしていて、本当に意味での信頼はやっぱ3年ぐらい見ないと分かんないですね。なんで3年必要なんですか？石の上にも3年っていうことわざあるじゃないですか。新しく入った会社もそうだし、新しい業種もそうだし、新しい役職もそうだし、何事においても従業員からしても会社からしても3年は見た方がいいと。3年やってるといいところも悪いところも絶対出てくる場面ってあるんですよ。1年ぐらいだったら言い方悪いですけど、いい顔して頑張って結果出して褒められてイエーイってやってる人いますけど、それ3年続ける人ってそんないい状態が3年は続かないわけですよ。支店長とかでも1年目はやっぱやる気満々で分かんないこともあるから、一生懸命言われたアドバイスを生かそうと思って聞きながら一生懸命やるんですよね。でやる気があるんでそこそこ結果出る仕組みなんですよ。1年目でも2年目ですね、マンネリが来るんですよ。大体ね、本人のマンネリもそうかもしれないし、1年目勢いでやってきたけどまた2年目勢いでやるんですかみたいな感じになったりとかして、ちょいちょいハレーションが起こるんですよ。でそれ乗り越えて、で3年目でようやくこうやるべきなんだなっていうのが染みついてきて、プラス自分でちょこちょこ試してるんでやるんですよね。2年目ハレーションが起きる時とかにどう立ち振る舞うかとか、成績が出ない時にどう他責にしないで頑張るかとか、3年経ってもその3年間で人の悪口言わない人は本当に言わないですし、1、2年目良かったけど3年目になっていきなりボーンっつってひねくれ出したとか、そういう人もやっぱいるんですよね。本当に意味での信頼、誠実さを図るんだったら最低3年は見ないとダメだなと。3年ぐらい時間をかけないとその人がどういう本性を持ってるか分かんないってことですかね。人となりを本当に見るんだったらやっぱ3年ぐらいの期間が必要かなと思いますね。人が離れていくリーダーってどういうリーダーですか？分かりやすく言うと逆なんで不誠実ですね。口だけのやつ、自己中というかやっぱ自分の利益を一番にする人、ちょっと期間が経ってくると分かってくるんで、一番周りのメンバーがやっぱ分かってますよね。子供の話じゃないんですけど、言ってる言語と見てる行動と、長い時間横にいる人とか業務のやり取りが多い人がやっぱ結構感じてるなと思いますね。分かってしまうものですか？3年ぐらい一緒に働いていて、一番身近な人とか何人から評判を聞くとそんなに外れたことないような気がしますけどね。うちの会社ではやっぱ良いリーダーと悪いリーダーみたいな一応標語があったりするんですけど、良いリーダーはリーダーの仕事をしますし、悪いリーダーはメンバーの仕事をしますよね。いいリーダーはちゃんとね、思想というか哲学というか自分らしさみたいなのがあるんですけど、悪いリーダーは結構その場しのぎで、いいリーダーは夢を語りますけど、悪いリーダーは愚痴をこぼしたりとか、いいリーダーは勉強熱心ですけど、悪いリーダーは読書より飲み屋が好きとか。いいリーダーはやっぱり逃げないし、手柄は部下に持たせますよね。でも悪いリーダー、手柄は自分で持ってって、悪いことは部下のせいにしますし。いいリーダーってちゃんと芯があるんで、上司の前でちゃんと堂々としてますけど、悪いリーダーは酒の席とか、部下の前では堂々としてるんですけど、上司にはペコペコ。いいリーダーはやっぱりちゃんと先を見てますよね。もちろんリーダーなんで目の前の目標と先も考えて動かなきゃいけないんですけど、悪いリーダーはどっちかというともう今しか見てないとか。いいリーダー、これリーダーに限らないですけどね、やっぱり当事者意識高いですよね。悪いリーダーはやっぱりなんか批評家みたいになりますよね。いいリーダーって結構本質というか考えますけど、悪いリーダーは現象とか事象ばっかり考えちゃうとか追いかけちゃうとか。いいリーダーは仕事には厳しいですよ。僕からするとこれが優しさだったりもするわけですけど、悪いリーダーは甘いですよね。これでも本当に意味では冷たいですよね。心
こで結構 G が上がってますよね。自分のことだけ考えてる人は甘くなるんですよ。自分がよく思われたいから。いいリーダーはやっぱり自分がよく思われるよりも、仕事で成果を出すし、部下の成長を考える。いいリーダーって嫌われることを恐れたみたいな聞いたことあるんですけど、そういう感じですよね。好かれなくてもいいけど嫌われてはいけないって言ってますけど、別に好かれることをしちゃいけないんですよね。する必要がない。リーダーの仕事って部下を成長させることで、チームで最大限の成果を出すことじゃないですか。ここにやっぱベクトル向いてないのはよろしくないんですよね。成長させることと成果を出すことだから、チームの成果を最大化することだから、そこに対して自分がいい人だと思われた方が部下を成長させることができて、チームの成果を最大化することがもしできるんだったら別にいいと思うんですけど、大体そういう結果にはならないので、だから嫌われるか嫌われないか、僕の最初はどうでもいいですよ。モンジ社長が今まで見てきた中で、いいリーダーの実際にいた人の例と、もしあれば悪い人の実際の例があったら教えてほしいです。いいリーダーは自分のチームのオーナーシップ持ってますよね。例えばうちの支店で売り上げが少ないところ、例えば1億ショットから3億とか4億とかの支店もあるわけですよ。ある意味経営者と扱ってる数字変わらないじゃないですか。支店っていうものは基本的には僕も基本行かないですし、支店長が長だから、支店を会社と考えたら社長じゃないですか。自分の支店は自分の会社だと思って、お前がその支店の社長、会社の社長だから、そういう意識でちゃんとオーナーシップを持って臨みなさいっていうわけですよね。言うのは簡単なんですけど、できるかどうか結構難しいかもしれないんですけど、やっぱりそれが持ってる人っていうのは結果出しますよね。それを続ければ信頼されますよね。誠実みたいな要素かける人間性評価かける時間軸が重要かな。時間軸ってその3年見なきゃ分からないっていうのはさっきの話の通りなんですけど、どういうタイプのリーダーがいい、誰がいいとかっていうと結構対象が絞られてちゃってきて、いいリーダーも悪くなる可能性があるし、最初悪かったリーダーも良くなるんですよ。悪いまま終わる人もいますし、いいのを続けられるリーダーって結構レアで、パーフェクトやっぱないんですよ。同じ人でもその人のフェーズとか会社のフェーズによって変わってくるんで、いい人だって考えてる人がずっといい人か成果を出す人かって言われるとちょっと分かんないですよね。そういう意味でもやっぱり継続、時間軸は結構大事で、最終的には困ったこととか問題が起こった時にやっぱ結構我が出やすいから、会社が本当にピンチになった時に逃げられたら嫌じゃないですか。給料上がんないんでやめますって言って転職しますってってなるじゃないですか。そんな人がいたら大事な僕らの支店のメンバー任せたくないですよね。別に辞めるなとは言わないですけど、やり途中で逃げられれば困るから、本当にその支店の従業員に申し訳ないし、信頼できるできないで言えば、その方がピンチに陥った時にどういう対応を取るかっていうのは会社としても見るポイントではあるんですか？そうですね、分かりやすいですよね。もちろんその変わらないわけじゃないんで、よく変わっていくパターンもいくつも見てきてるので、それが起こったからもう一生ダメだってことはないんですけど、それでもひっくるめて悪いとこ出しちゃった後の行動とかもひっくるめたりとかして見ないと分かんないですね。信頼できるような行動をどれだけコツコツ続けられてるかっていうところもポイントになってくる。もちろん。なるほど、ありがとうございます。改めてになるんですけど、モンジ社長が考える頼れるリーダーと人が離れるリーダーのちょっと違いをポイントとしてちょっと教えていただければと思います。誠実か不誠実かというところですね。一見本当に短期間だけだったらこの人誠実だよねって言われるかもしれないですけど、それをやっぱりちゃんと継続して言動行動でできてる方って、それが素というか人間性をやっぱ表すので、誠実さっていうものを持ってる人が僕は一番信頼できますよね。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。アプリ引っ越しセンターではいつでも一緒に働く仲間を募集しておりますので、ぜひ興味を持たれましたら、ホームページ、SNS 等でご連絡いただけると嬉しいです。またこの YouTube チャンネルでは、対談、現場の様子、研修、イベント、ビジネスマンに役立つ情報など、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてください。ぜひ最後まで見ていただいたので、この動画にもいいねをよろしくお願いいたします。